こんにちは、ミルトンです。今日はこのエブリィに目隠しシェード6枚を作ってみました。完成品がこちら。昨年はプラダンと呼ばれるプラスチックの段ボールでこのシェードを作ったんですけれども、ところどころ隙間が空いて光が漏れたり外から覗けたりしてましたので、今回作り直すにあたってもっと簡単に、より時間をかけずに作るために、今回はこのダイソーで売られている 5mm のカラーボードと呼ばれる素材を使ってみました。この素材、加工がとにかく簡単なんですけれども、一点欠点があって、それはこのように簡単に割れてしまうんですね。今回の施工ではこの欠点を取り除いて、車中泊でハードな使い方をしても壊れることがないような形で仕上げることができました。先日 DIY したこちらの換気扇、窓の部分にシェードがなく外から丸見えです。こちらは昨年作った車中泊用のシェード。これはプラダンで作ったものですが、私にとってプラダンは加工が難しかったので、このように隙間が空いてしまっています。また断熱のために表面に貼り付けたアルミテープですが、こちらも貼り付けに失敗し、シワシワになってしまっています。今年は去年より簡単で時間をかけずに作りたいので、ダイソーのカラーボードという素材を使うことにしました。このカラーボード1枚100円ですが、発泡素材で断熱性も高く、今回の施工にはもってこいだと思いました。カラーボードのちょっと実験してみたいと思います。このカラーボード、厚さが 5mm でプラダンよりは厚いんですけれども、加工しやすい分実は脆いです。ちょっと折ってみたいと思います。もうこんな感じでパキッと折れちゃいます。このように実際に施工した時に耐久性大丈夫なのかっていうのがあると思うんですけども、その耐久性をですね実験すべく、全く同じものを作りました。5mm のカラーボードの上に 3mm のアルミシートを両面テープで留めて、ダイソーのリメイクシートを貼っているものです。でこれで、先ほどと同じような形で曲げてみたいと思います。曲がりはするんですけども折れることはないですね。実際こんなにぐちゃぐちゃ曲げることはないと思うので、使用にあたっては別に問題ないかなと思います。このように落としたりして万が一曲がったりしても取り付けることは可能ですので、プラダンとこのカラーボードを比較してみて、こちらの方が圧倒的に早く加工が終わるような感じがありました。カラーボードと、プラダンのカッターナイフやハサミで切った時の切れ具合の比較をしてみたいと思います。カラーボード切ります。こんなにすぐ切れちゃいます。プラダン切ってみます。1回では切れない。結構力入れて切ってるんですけど1回では切れないですね。かなり力入れて切らないとダメですね。なのでこのように施工した後にちょっと削りたいみたいなことはこちらのプラダンだともう結構難しいですね。このカラーボードはこのように曲がったり R をかけてカットするのも結構楽々に切れます。なんですけどもプラダンの方はかなり力を入れて切らないと切れないですね。もうこのカッティングシートの上にかなり力を入れてギューッとやってやっと切れるような感じですね。なかなか切れないですね。これも切れてないですね。こういった理由から今回は材料にカラーボードをセレクトしました。窓1枚に使う材料は下記の通りです。ダイソーカラーボード、セリアアルミシート、ダイソーリメイクシート、シェード1枚につき300円で作ることが可能です。今年は作業を徹底的に効率化させて時間をかけずに作りたかったので、型取りもしないことにしました。ボードを丸の部分に軽く押し付け、左手を添えるだけでうまい具合に固定できます。ここに直接マジックでボードに線を書き込む。これだけで OK です。
これはリアの窓も全く同じやり方で線を引くことができます。換気扇付きの窓にも線を引いていきます。こちらも先ほどと同様、後ろから軽く手を添えて線を引くだけです。この線引き作業はとても簡単なので、1枚3分とかからずにできてしまうと思います。多少ガタついている箇所もありますが、後で微調整できる素材を貼るので何の問題もありません。一番後ろの窓は開けて線を引くことができないので、新聞紙で型を取ることにしました。これは外側からマスキングテープを貼るだけで固定できます。昨年は車内側から型取りをしたのですが、車内側は凹凸が激しく、新聞紙やビニールを貼ることすら簡単ではありません。もしこの型取りをやられる場合は、外側から新聞紙を貼ることをお勧めします。新聞紙をゴムパッキンに当てながら線を引いていきます。窓の外側はゴムパッキンが窓より出ているので、線を引くのがとても楽です。ゴムパッキンより少し小さく線を引いています。これは後で微調整した方がぴったり隙間なく作れるので、この線の引き方で問題ありません。型取りした新聞紙をハサミで切ったら、ボードにマスキングテープで固定してボードをカットします。このカットは多少雑でも全く問題ありません。カットし終わったボードを窓に仮で設置していきます。この段階でゴムパッキンよりはみ出ている部分があると思いますので、ボードを手前に引きながらカッターでカットしていきます。こうすることでゴムパッキンもガラスも傷めることなく、ボードのみを切ることができます。映像では分かりづらいですが、窓枠よりほんの少し小さめに切っています。他の窓部分も窓枠よりほんの少し小さめにカットしていきます。カットは後で微調整できるので、線に沿って切ればフリーハンドで大丈夫です。換気扇下のシェードも同じく車体に当てて微調整していきます。この素材は軽く切れ込みを入れると、映像のように手で折って切ることが可能です。窓枠より少し小さくカットし終えたら、セリアで買った3ミリのアルミシートを貼り付けていきます。このアルミシートとダイソーのリメイクシートを組み合わせて貼り付けることによって、今回作るシェードの耐久性が格段にアップします。なるべく作業効率を上げて早く仕上げたかったので、両面テープもダイソーで手で切れるタイプのものをセレクトしました。これはハサミを持ち帰る手間がなくなり、接着できるのでかなり作業がはかどります。アルミシートを貼り付け終えたら、ボードより1センチ程度残してカットしていきます。この残したものが窓とボードの隙間を埋め、外から覗けないような仕組みになります。こちらのボードはかなり雑にカットしてしまって、窓枠に当てたら隙間が結構大きくなっていますが、これも少し大きめにカットしたアルミシートを貼り付けることで隙間をなくすことができます。次に耐久性と見栄えを良くするためにダイソーのリメイクシートを貼っていきます。このリメイクシートのシールは
一気に剥がさず5センチずつぐらい剥がしながら貼っていくと比較的簡単に貼ることができます。このシートのカットはボードギリギリのところでカットすると見栄えよく仕上がると思います。それでは完成したものを実際にセッティングしていきます。アルミシートの部分を少し大きめにカットしていますが、これで光漏れや外から覗けないようになります。換気扇をつけたリアウィンドウにも取り付けていきます。多少大きかったりしても、このボードは取り付け後に微調整できるのでとても楽でした。こちらの窓もぴったり隙間なく作ることができました。外から確認しても全く中が覗けないようになっています。取り外しははみ出たアルミシートを引けば簡単に取り外すことができます。窓を下ろした状態でご覧いただきます。全く隙間のないシェードを1枚15分程度で作成できました。プラダンより早くクオリティの高いものを作ることができて結構満足しました。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。